クリスマスマフィンをこれから、はい。色は天然由来なので、ビーツを使って色を出してます。味の主張は少ないんですよね。分かる方は分かるんですけど、ここにちょっとストロベリーのエッセンスを足してるので、味はストロベリーになっていて近いですね。3色目白を塗っていきます。モンブランは中にも一粒入ってて、上にも乗る大満足な。
りが名前同じですよね。どういうふうに呼び分けるんですか？下の名前ですね。あ、やっぱ皆さんもそうなんですか？スタッフの方とか。スタッフは役職で呼びますね。なるほい。戻り。リンゴのコンポートを、キャラメリゼしてバーナーで少し炙ったものですね。はい。焼き目をつけた後、ちょっと寝かして、はい、専門学校があるので近くに、あと大学もあるので学生の方もちらほらいらっしゃいます。こうお店の前がガラス張りなので皆さん覗いてってください。綺麗に作れるとすごい嬉しいんですけど、見た目が一番こうお客さんが一番最初に見てこう食べたいって思うポイントだと思うので、綺麗なものを作ってそれを何個も再現していくっていうのがやっぱり今すごい難しくて、まだまだです。
いうのってその日の気温とかそういうので結構変わる。やっぱり違いますね。白いですね、色が。白いんです。やっぱりお米なので色は白いままで。そんなに変わらない。半分借りてもいいですか？ここにだよ。これはとりあえずチリしてんのが可愛いんですよ。お戻します。
包んじゃってない。ありがとうございます。ありがとうございます。コーヒーとマフィンの生地、芯の部分があるんですけど、これをコーヒーの液と混ぜて作ってます。お疲れ様です。僕らに使っていた店で作ってるラズベリーのジャムです。赤ちゃんからお年寄りまで、楽しんでいただける体に優しい、パンとスイーツのお店です。とても美味しいのでぜひ遊びに来てください。最初からパティシエになってお店をやるっていうのが夢でした。
組はね。誰か私。あとは。何回救うよみたいなね。小さい頃からパティシエになってお店をやるっていうのが夢でした。きっかけはもともと絵本で大好きな絵本があったんですけど、それがそのケーキを作ったりとかパンを作ったり、そういう本をなんか毎日のように読んでって言っていて、それに影響されてその世界観を作りたくてパティシエになったのがあります。
週に1回あ、そんなに。 2回は来てる、1回ぐらいは来てる私のお気に入りはね、ショートケーキ、基本のショートケーキが一番、スポンジの柔らかさがいいのと、クリームがなんつったらいいの、柔らかくて優しい感じで、オーガニックなので、あと知り合いとか友達に肉金をプレゼントすると食べていい時に会話が弾む。全部いいですよ、優しくって味が。すいません、ありがとう。それでは焼き菓子ですね。すみません、袋一枚使えなかった。あ、そうなんですすみません、ありがとうございます。じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね。お砂糖はすべてオーガニックシュガー使ったり、小麦粉も有機の小麦粉っていうのを使って、なるべく体に優しいもの、素材をできる限り選んで、子供が安心して食べられるようなケーキを作ろうと思って、はい、日々やっています。で、今後お客様に一人でも多くのお客さんに楽しんでもらえるような商品作りとかを、スタッフ一同頑張ってやりますので、ご来店お願いいたします。絶対そうです。あ、嘘ですよ。シューの上にクッキーの生地を乗せて焼き上げて、カリカリの食感を出すためにこれを塗ってます。お水で霧吹きで吹くことでギュッと浮き上がらしてスーってパカッて割れるのが美味しく見えるんですけども、その割れやすくするために水を吹いてます。ごちそうさまでいただきます。焼き色と火の当たりを均一にするために前後と左右を入れ替えてます。お尻からクリームを入れるんで今穴を開けてます。入れすぎたりちょっと勢いよく絞りすぎるとパッて割れてしまうので、優しくゆっくりと。ショートケーキのサンドをやっていきます。
これはこれでもいい。はい、生クリーム。あ、どうぞ。このまでからこっちにあればここがはい、これはね、そう。スポンジにシロップを打つ方がいるんですけど、うちはもう打たずにそのまんま使ってます。今日はいちごのホールケーキは何個分作るんですか？今日はホールが15台、少ない。30から50台ぐらいは土日は作りますね。ショートケーキが本当一番人気なので、誕生日ケーキよく売ってます。クリスマスは5000台ぐらい作るんで、1台1分ぐらいでできます。これが1台2分とかかかっちゃうと、それだけでもう時間が倍かかっちゃう。これが早く。っていうのがフランス語で輪っかっていう意味なので、こうをつなげてこう輪っかにしてお菓子を通じて地域にこう輪を広げていきたいっていう思いで創業したお店なので。新メニューとかはどなたが考えるんですか？メニューは基本僕が考えるんですけど、ものがあったりとかしたら誰でも作って OK な店です。で一緒に試作をして美味しいのができればお店に並ぶっていう感じですね。生クリームとスポンジの配合にこだわってるんですけど、見た時に一緒になってつけるように設計して、生クリームを独自でブレンドして、あとはスポンジも普通にこう冷蔵庫に入れると硬くなるんですけど、硬くならないような特別な配合で作ってます。いちごもその時一番美味しいいちごをフルーツ屋さんが仕入れてきてくれるので、それを使って。キリがね、前から来ないとダメで、前は
すすめなので真ん中に。ふわっと軽いスポンジみたいな食感がすごい美味しいので、あまりかけた後混ぜすぎないことと焼きすぎないことね。ミルフィーユのパイですね。ありがとうございます。火が取れてからクリームといちごとサンド。なんか春みたいです、すごく。そうですね。なんかチョコレートもそもそも咲くであろう桜の花びらっぽくて可愛らしいですね。デザインじゃ変わったりするんですか？はい、時々その季節によってデザインが変わったりしますね。じゃあこれは今まさに春仕様。これ春仕様になってます。こんなところかな、私の足の小指とかをさ、仮設したかったんだけどさ。40年このお仕事されてはい。どうですか？楽しいっていう感覚とかは。そうですね。好きじゃないと続かないとは思いますし、辛いなとかきついなってことは
さん持ったことあるんですけど、手持ったことは一度もないですね。逆に嬉しいことは？そうですね、お客様が食べたケーキを美味しいよって言ってくれた時は本当に一番嬉しいですね。いやまだじゃないですか。11時、初稿午後、イラスト15センチ大丈夫ですか？はい。着色欄をしっかりお勧めして、いっぱい売れるようにしたいなと思いましたので、お願いします。はい。爪チェックお願いします。はい、OK です。はい。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。そうです、今それを。
ちょっと高級な卵を使ってまして黄身が一般の卵よりすごく濃くてオレンジっぽいというか黄身が濃いですね。それをスポンジにすると本当に卵の味がよく出て美味しいのでいい卵になってます。210。はい。これをやると出来上がったスポンジの口溶けがすごい滑らかでよくなります。ありがとうございます。
水分って下の方に沈みがちなんで、しっかり下からこう上に持ってくるような。私たちは季節感を大事にお店を作っております。旬のスイーツをぜひ食べていただきたいので、いつでもアノーに遊びに来てください。お願いします。3種類あるから。人に言っといてね。自分が一番ガチガチに。結構力いりますよね。何回も繰り返すと結構クリームね。
人に言っといてね自分が一番ガチガチになってるこんなじゃないよね。珍しいね。珍しいね。ナミさんこれで今発酵させてる。そうですね。加湿と一緒にこう温度上げていってこうさせる感じですね。なるほど。喋んないのよ。皆さんすごい仲とてもよろしいですよね。午前中午後は発酵が終わり次第もうずーっとこねて発酵させて揚げて出すっていうのをずーっと繰り返して回してます。夜の10時とかあ、はいはい。9時ぐらいまでずっと揚げ続けるんですけど、最低1200ぐらい。1200。
3種類あるからさ。大きさも結構自由にできるんで、3センチ四方からもう20センチ直径ぐらいとかまで全部対応ができます。個人の方でもこういうの作ってくださいって言われたら作る。そうですね、多いですね。子供の誕生日に子供が電車が好きだから電車のチョコレート作れるとか、大丈夫ですよってで結構作る。あっちの骨の方もすごい静かだね。もともと全然違う仕事をしてたんですけど、あるタイミングでドーナツを
の、製造とかそういうのに携わる形になって楽しそうだなと思って美味しいとか可愛いとかいうドーナツを作ってちっちゃい子とか大人の方に喜んでもらえたらなと思って始めました。ドーナツみんな手作りしてるのでみんなが楽しく手伝って前向きにやってくれないと成り立たないので、そこは雰囲気作りは気をつけていやいやじゃなくて楽しくてみんな美味しいドーナツ作ろうっていう気持ちを込めて作ってもらうような、職場作りは心がけてます。ドーナツの一応キャンパスと見て、それで可愛い季節の、クリスマスとかバレンタインデーとか、子供の日だったら鯉のぼりのチョコレートトレートつけて5月5日だけに出すとか、そういうの他にない可愛くて美味しいやつを作っていきたいと思ってます。母の日だけとか父の日だけとか、そういうのはやってます。そういうのってインスタとか見れば載ってたりする？見れます。はい、インスタで載っかってるので、今日だけ販売ですみたいなのをやってます。季節ごとにいろいろなオリジナルドーナツ作ってますので、ぜひ遊びに来てください。美味しいですか？よかったです。すいません。ありがとうございます。これでしょう。ありがとうございます。こちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、単純にね、お子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で、今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくなら若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚で、いつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーをペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともあるんですね。差別化じゃないですけど、生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？アルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。
クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。といった感じで、いつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあ、なんとかするんで今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというと分かりますかね。はい。そう、あれです。あれごまじゃないんですね。そう、あれごまじゃないんですよ。で、これでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わりますね。ベースは一緒なんですけど、結構ね、風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですか？在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。倍とまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしておいて、で次の営業の時に持っていけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから。まあ、猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。あ、おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれましたまた。早いですわ。これでいかがでしょう。いきますよ。今日いい天気ですね。そう
そうですね、割と涼しいですし人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですねどちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながらただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。あ、おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくねありがとうございますはい、置いといてああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって、物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので2つだけ最初なんで試し焼きです。でこれで完成の状態ですね。
電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかったので、スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうので、これも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句、いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター1つ。はい、メープルは2つで。電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、このままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてですか？初めてです。匂いにつられてる。ね、今日もおやつにしようかなって。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので少々お待ちください。お待たせしました。ごめんなさい。ありがとう。
いたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。いつも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。失礼いたします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。生クリームだとちょっと油分多めになっちゃうので。バッチリですね。飲むと練乳に近いですね。甘くない練乳に近い感じです。もうちょっとだけ膨らんでしぼみますね。蒸気を出して。はい。かな。
働けないので雇われだと。自分の作りたいものを作りたいように作るにはやっぱり独立しかないので。一緒にできる人がいると心強いですね。そうですね。全然違いますね。性格も全然違うので、それもバランスがいいと思います。あら。それはチョコなんですか？そうです。チョコレートですね。中にパフが入ってる。パフパフってそう。と半分。母親もお菓子作りよくしてたので、その影響ですね。だからうちのシフォンケーキは母のレシピですね。使うよって言って喜んでたんじゃないですか？まあ、はーいって言ってました多分確か。
バラのジャムなんですけど中味代わりにたまたまあったからで中味にちょうどよかったから使っているだけで毎回これなわけでもないんですけど。なるほど、はい、いろいろ試されてるんです。そうです。いちごいらなかったかもな。落ちるかな。全部焼いちゃおうかな。半分くらい入れて。そうですね。生地に近いものですね。これを乗せるとカリカリ。あ、なるほど。
スが出てきたらです。泡立つんですね。そうですね。バター焦げる前は。パティシエは全員研究者だと思うんですけど、いろいろ材料を変えたり作り方を変えたり、うちの場合は何を研究しているのかってコンセプトを考えた時に愛じゃないかという話になって、テーマ的には愛ある菓子を研究するっていうのをお店のコンセプトとして挙げてるんですけど、やっぱり材料一個一個に対してこれはどんな素材なのか、どういう特徴があるのかとか、どうしたら美味しくなるのかとか、そのものについて考える時間がすごく長くなるんですけど、長い時間考えているということ自体が愛なのではないだろうかっていう気持ち考えから、スタートですね。
ほどほどのまま入れます。固まるんですね、それで。そうですね。アップルパイの上とかに乗ってるコロコロしたクッキー、あれが美味しいので、あれだけ食べたいなと思って。ラズベリーとか柚子とか桃もあったかな。フランスの桃のピューレで作ってましたね。フランスも桃あるんですね。そうなんです。ちょっと違うんですよね。平べったい桃。台湾料理屋さんの店主さんで、今日はケーキをオーダーして、結婚祝いのケーキをオーダーして、それを今日取れる。なんかちょっとお店の方に皆さん食事されに来るので、その時ケーキを。前頼んだ時は何ケーキ頼まれたんですか？それはちょうど夫の誕生日でした。でその時にチョコのホールケーキをオーダーしてめちゃくちゃ美味しくて、そうだからなんか特別な時に頼みたいなって可愛いお菓子もいっぱいあって、いつもこの手土産とか自分で食べるのも買うんですけど、手土産とか持参する時いつも買いに来てますであげると皆さん結構喜んでもらえる、美味しいっていう。私大体そこのところをパーって取ってなんか箱に詰めてもらってプレゼントしたりとか、あといざって時はこのボックスそう全部詰まっているそうこれすごい喜ばれます。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
どこ食べてもいちごがちゃんと入っているようにって思って。うちの子めっちゃ好きなんですよこれ。昔はもっといっぱい数作ってたんですけど、もう今は種類増やして数減らして、でなくなったら追加。北海道産の夏いちご美味しくないじゃないですか。いちご夏ってアメリカ産で探してたら、嫁さんの同級生が北海道でいちご農園しているって教えてくれて、全然やっぱ味も見た目も違うんだけど、上手さんからだったら普通に国産ですってなるけど、時期だけですけど桃農家さんとかぶどう農家さんとかずっとじゃないですけど、特で
何々さんが作った何々ですみたいなのをやってます。モンブランのペーストも愛媛で働いてる時に食べに行ったお寿司屋さんのデザートで栗のやつが出てきて、でそこのが美味しいっていう話で調べたらこれのペーストがあるって言って。
フルーツミックスです。洋梨とかオレンジとか桃。
ださい。上がってましたね。あうちは一応年中モンブランやってて、まあまあ人気なんで。
は
家で育ててるやつを伸びてきたら切って、それをまた植える。植えたらまたできてくるから何ぼでも増えていくね。うちは一応年中モンブランやってて、まあまあ人気なんで、一番推してるのはプリンとロールケーキ。休みの日とかで何されてるんですか？休みの日はね、よく和歌山の農家さんのところに行ったり、桃農家とか、冬になったら柿農家さんとか行って、夏は長野県のいちご農家さんと提携して使ったり、たまたま桃といちごを一緒にやってる農家さんと出会えて、その人とやってるから、ほぼほぼ和歌山行ってんね。へー。
半分あの時は高井さんの方。この物件自体が市役所の物件やからで共有部になってあそこが誰でも自由に使っていいところ。よく買いに来られるんですか？月1回高橋の方に来ますので、季節のね果物をケーキにしたりしてますから、今日はそれがイチジクです。